皆様、本日も一日お疲れ様でした。神楽坂 CSU チャンネル朗読者の神楽坂凛と申します。本日も皆様に良い眠りが訪れますように心を込めて朗読させていただきます。本日の朗読作品はアジサイと眠りの雫、雨の匂いとレモンの交渉、雨音のティーカップの3作品をゆったりと朗読させていただきます。皆様におかれましては目を閉じリラックスして静かな朗読の世界に耳を傾けてください。これからも皆様にたくさんの癒しをお届けできますように、お休み前にチャンネル登録を忘れずにお願いいたします。明日も皆様にとって素敵な一日となりますように。おやすみなさいませ。アジサイと眠りの雫。山と海に挟まれた小さな町。その町の外れにある丸い窓のついた店、ポーションや押し降る雫。今夜は静かに雨が降っていました。細く優しい雨がこの葉を打ち、石畳を流し、中庭に吊るされた風鈴を回りと揺らします。今日の雨はよく眠れそうな音ですね。店の奥、木の棚に囲まれた長高台でエルフの女性インは静かにささやきます。淡い水色のツインテールを後ろで求め、草色の毛糸を羽織ったインは庭で摘んだばかりのアジサイの花びらを丁寧にすりつぶしているところでした。アジサイの香りにはごくわずかに心を柔らかくする作用がいます。そこに初夏の雨の雫を集めたポーションと夜空色の草、ムーンブルームの花粉、精油を一滴加え完成するのが眠りの雫と呼ばれる優しい眠りを誘う香草。この季節にしか作れない静けさのポーションですね。その時、店の扉の鈴が鳴りました。カランと雨音の中に溶けていくようなかすかな音です。リンが顔を見ると、入り口に立っていたのはずぶ濡れの若い女性でした。旅の装い、くすんだマットの裾から雨水がボタボタと落ちています。いらっしゃいませ、どうぞ中へ。火を入れますので、冷えたでしょう。銀はそっと手を差し伸べます。女性は少し驚いたように目を見開き、それからどこか安心したようにかすかにうなずきました。彼女の名前はシーラ。雨が上がるのを待つ間、雨宿りができる場所を探していたと言います。今日は外の空気がしっとりしていて、少しだけ眠くなってしまって、そう言ってシーラは苦笑いしました。リンは温かいタオルと温めたハーブティーを差し出します。シーラは礼を言いながら、それを両手で包み込むようにして受け取りました。夜の移動は疲れますよね。もしよければ眠りを助けるポーションをお作りしましょうか。眠りを助けるポーション。シーラは
首をかしげながら聞いていました。リンが微笑みながら話を続けます。はい、アジサイの花と雨の音。初夏の季節だけの特別なポーションです。シラは少し驚いた顔をしましたが、やがて少し寂しげな笑みを浮かべました。だったらお願いしてもいいですか。正直なところ、ここしばらく夜が苦手で眠るのが怖いんです。リンはそっとうなずきました。そして再び調合台の前に戻り、薄紫色の花びらをすり鉢に入れて砕き始めます。怖い夢を見るのですか。そう問いかけると、シラはしばらく黙っていましたが、やがてぽつりと答えました。夢を見るというよりは、眠ってしまうのが怖いんです。何か大事なことを忘れてしまいそうで、朝になったら自分が自分でなくなってしまいそうで、リンは少しだけ微笑みました。わかる気がします。眠りは不思議な旅ですから。でもその旅が少しでも安心できるものになるように、私はポーションを作っているのです。砕いた花びらにムーンドルームの花粉と月明かりのように柔らかな精油を一滴。それらを混ぜていく手つきはまるで祈りのように穏やかでした。あなたは旅をしたことあるんですか。ふとシラが尋ねました。ずっと昔は私も旅をしていました。森を越え風に吹かれ星を見ながら、たくさんの場所でたくさんの孤独にも出会いました。たくさんの孤独に、はい、そしてたくさんの出会いが今の私を作ってくれたのです。だからこそ誰かが心を受ける優しい場所を作りたかった。眠れない夜に寄り添えるような、そんな小さな場所。シーラは黙ってリンの手元を見つめていました。しとしとと降る雨の音が二人の間を優しく満たしていきます。しばらくしてリンは完成したポーションを小さなガラスの小瓶に詰めました。小瓶の中では淡い紫色の液体がゆっくりと揺れています。この色、アジサイの色ですね。そうです。雨に濡れることで心が溶けるように。このポーションも心の奥にある小さな緊張をそっとほぐしてくれますよ。リンはそっと小瓶を差し出します。シラはそれを両手で受け取り、静かに見つめました。きれいな色、ありがとうございます。それは言葉以上の重みを持つ感謝の声。その後、二人は少しだけ話を続けました。シラがどんな道を旅してきたのか、なぜ眠れなくなったのか、そしてこれからどこへ向かうのか。けれどリンは多くを尋ねませんでした。ただシラの心の音に
そっと耳を澄ませていたのです。やがて店内の明かりが柔らかに揺れ、眠気が緩やかにシーラを包んでいきました。少しだけここで休んでもいいですか？もちろんです。雨もまだ降っていますし、このお店は眠りを誘うための場所でもあるのですから。銀は窓辺のソファーに優しく毛布をかけ、シーラのそばに置くようにコーションの小瓶を添えました。雨の音がより一層静かに響いています。外ではアジサイが雫を抱きながらひっそりと咲いていました。それはまるで誰かの眠りをそっと見守るかのように。雨は夜になっても止まず、しとしとと静かに降り続けていました。今日は随分と長く降っていますね。リンは店の奥で独り言のように静かにつぶやきます。シーラはあの後もしばらくポーションの小瓶を手のひらに乗せて眺めていました。小瓶の中にアジサイの淡い紫色が星のようにキラキラと漂っています。本当にきれい、まるで夜空みたい。そういった彼女の声にはわずかにためらいが混じっていました。どこかまだ信じきれていないような。眠れるかどうかではなく、心をほどいてもよいのかどうか、そのためらい。リンは少しだけ微笑んで言いました。あなたの心がまだ起きていたいと思っているのかもしれませんね。起きていたい。眠ることは体だけでなく心にも任せていることです。でも時々心がまだとつぶやいていると、なかなか眠りの扉は開かないのです。私の心が。リンはそっとうなずきました。眠りの雫も強引に心を閉じさせるようなものではありません。これは心にそっと寄り添って大丈夫ですよと伝えるためのものです。その言葉にシーラはそっと小瓶の蓋を開けました。ふわりと雨に濡れたアジサイのような香りが広がります。そこにほんのり混じる白檀のような穏やかな香り、それは深い安らぎをもたらす香りでした。眠れるといいな。シーラはそう言ってポーションを少しだけ口に含みます。ほんのりとうまく、そしてすぐに静かな余韻が残りました。雨の音と遠くで揺れる風鈴の音が心に染み込むように優しく響きます。それからしばらくした頃、リンさん。はい、何でしょうか。私、昔から夜が苦手だったんです。多分、眠るのが怖いというより、眠ってしまったら、また朝が来て、また何かを始めなきゃいけないって思うから。窓辺の椅子で本を読んでいたリンは、しばらく雨を見ながら、そっとうなずきます。ずっと旅をしていて居場所もなくて、だから何かを始めるのが怖かったのかもしれません。
その気持ち、私もわかりますよ。始まりはいつも少しだけ怖いものですから。静かに明かりの灯ったランプの光が揺れていました。今、棚の上のガラスの小瓶に目をやります。そこには、押し降る夜と名のついたポーションが置かれていました。それは、心の奥深くを照らすための特別なもの。シーラさん、朝は必ず来ます。でも、それは新しい一歩だけではなく、昨日の続きでもあるのです。昨日の続き。銀の話を聞いていると、徐々にまぶたが重くなってくることを感じます。そう、無理に変わらなくてもいい。眠ることで心に静けさが落ちて、また昨日とは違う風のように今日が訪れ、そういう朝もきっとあるのですよ。そんな朝が来るなら眠ってみようかな。その言葉を最後にシラはまぶたを閉じました。眠っても大丈夫ですよ。明日には雨もきっと止んで、空にはきれいな虹がかかるかもしれませんから。窓の外ではまだ静かに雨が降っています。けれどその音はまるで眠りに誘う子守歌のように優しく遠く奏でていました。シーラはソファーの上で膝を抱えるように体を丸めています。すでにまぶたは重く、心の奥から深い波のような眠気が静かに満ちてきていました。今、シーラにそっと毛をかけてあげます。おやすみなさい、シーラさん。夢の中でもどうかあなたの心が安らげますように。やがてシーラの呼吸は静かに整い、深い眠りの世界へと溶けていきました。しばらく雨を見つめていたリンはそっと立ち上がります。カウンターに移動すると、カウンター奥にあるいつもの記録帳をそっと開きました。そして白いページに今夜の出来事を静かに綴ります。眠れないという旅人はシーラさんに眠りの雫を調合しました。雨の音とオーションの香りは彼女の心の奥に静かな眠りへと導いたように思います。心がほどけた夜にだけ訪れる優しい奇跡が確かにここにありました。そしてページの端にいつものように小さな星型のスタンプをそっと押しました。それは眠れぬ夜に咲いた安らぎの証。夜が深まり、店の明かりを一つまた一つと落としていきました。インは小さなランプを持って静かに店の外へ出ます。雨はまだ止まず、空には雲がかかっていましたが、どこかほんのり明るさが混じっているようにも見えました。星は今日もきっと雲の向こうで美しく瞬いています。リンは静かに空を見上げながらつぶやきました。今夜も誰かの眠れぬ夜にそっと寄り添う明かりがここ
こに灯っています。その時、どこからか風が湧いてきて、庭のアジサイがそっと揺れました。雨の雫が花びらの目で静かに跳ね、やがて土へと溶けていきます。まるでシラの心に積もっていたものが少しずつ溶けていくように、インは静かに微笑みました。それはただの雨の夜ではなく、誰かの心が柔らかく変わる小さな奇跡の夜。雨の匂いとレモンのポーション。ぽつりぽつりと屋根を打つ音が静かなリズムで響いていました。初夏の雨はまだ少しだけ冷たさを残していて、それでいてどこか優しい匂いがします。湿った空気には草の匂いと海の潮の香りもほんのりと散っていました。そして町の外れにひそりと佇む小さなポーションや押し降る雫もまたそんな雨の匂いに静かに包まれていました。インは店の奥の調光台に向かっていました。水色の長い髪を今日はゆるく後ろで束ねています。その手元には半透明の黄色い金網が削ったレモンの皮、そして押し型の乾燥した葉。湯気の立つ小鍋からはほのかに柑橘の香りが立ち上ります。それはレモンの目覚めと呼ばれる雨の日に気持ちを整えるためのポーションでした。もう少しレモンを出しましょうか。インは静かにそうつぶやくと、細いさじで粉末をすくい、小鳥と液体の中へと入れました。パチリと小さな泡がはじけ、空気の流れがふっと変わった気がします。その時、カランと入り口にかけられた小さな鈴が控えめな音を立てます。それは誰かが扉を開けた音でした。雨の日に珍しく一人のお客さんが現れたのです。現れたのは若い少女でした。黒髪を短く切り揃えた背の遅い女の子。肩には濡れた布製のカバンを下げ、手には少し湿ったスケッチブック。こんにちは。すみません。少しだけ雨宿りをさせていただけませんか。その声はどこか震えていました。インはにっこりと微笑み、カウンターの奥から顔を覗かせます。もちろんです。どうぞお入りください。ありがとうございます。少女は深く頭を下げると遠慮がちに中へ入ってきました。インは濡れたスケッチブックを気にする彼女にタオルと温かいハーブティーを差し出します。よければこれも初夏のハーブティーです。少しだけ心を落ち着けてくれますよ。わあ、いい香り、柑橘みたい。少女はティーカップを両手で包み込むように持ちました。湯気と一緒にふわりとレモンの香りが立ち上ります。今日は外で絵を描いていたのですが、
イの問いに少女は少しだけ首をかしげました。それから言いにくそうに口を開きます。書こうと思ったんですけど書けませんでした。書けなかったのですか。イは小さく首をかしげました。はい、最近ずっとうまく書けなくて、だから今日はもう絵なんかやめようって。でも歩いてたらこの店から良い香りがして、なんだか引き寄せられてしまったんです。それはポーションの香りですね。雨の日の調合は香りが遠くまで届くのです。それは不思議ですね。少女は小さく笑いました。その目には疲れと、それでもどこかに残る小さな希望のようなものが見えます。名前を聞いてもよろしいですか。そうでした。私、ノーラって言います。ノーラさんですか。私はインです。この店の店主を務めています。どうぞゆっくりしていってくださいね。インは温かな声でそう言いました。ノーラは少し肩の力を抜いたように見えます。雨は止む気配を見せず、外の景色は水墨画のように淡く霞んでいました。インは調合を再開する傍ら話を続けました。このポーションはレモンの目覚めと言います。記憶を優しく目覚めさせる香りなのです。記憶ですか。そうですよ。誰にでも心の奥に眠っている思いがあります。嬉しかったことも悲しかったことも、ふとした香りや音で蘇ることがありますよね。ノーラははっとしたようにうつむきました。このレモンの香り、昔のことを思い出しました。私、小さい頃、おばあちゃんの家でレモンケーキを食べたんです。窓の外は雨で、おばあちゃんが雨の音って心の洗濯になるのよって言ってました。それは素敵な記憶ですね。なんで忘れてたんだろう。ノーラの声は少し震えています。リンは何も言わず、ただ小さくうなずきました。よっかきたかったのは本当なんです。だけど最近誰にも認められなくて、うまくいかないことばかりで、私もうダメなんじゃないかってそう思ってました。ノーラ、カップを見つめながらぽつりぽつりと話します。でもさっき思い出したんです。小さい頃、絵を描くのが楽しくて夢中になっていた自分を。インはそっと彼女のそばに小瓶を差し出しました。それは澄んだ黄色の液体が揺らめくレモンのポーション。よければこれを持って帰ってください。すぐに答えが見つからなくてもきっと大丈夫。でも心がくじけそうになった時にこの香りを思い出してみてください。ノーラはその小瓶をそっと両手で受け取り、小さくこうくんとうなずきました。
ありがとうございます。まだ書けるかどうかわからないけど、少しだけまた書いてみたくなりました。外の雨は少しだけ和らいでいました。あの雫が静かに地面に落ちます。いいわ、そっと微笑み、ノーラの目に少しだけ灯った明かりをそっと見守るのでした。それから数日の間、初夏の雨はしとしとと降り続いています。ポーションや押し降る雫は静けさの中にありながらも、どこか柔らかな空気に包まれていました。あの日ノーラに手渡したレモンのポーションの香りはまだリンの記憶の中に優しく残っています。今日は来るかもしれませんね。そうリンがつぶやいたのは雨が上がりかけた夕暮れのことでした。するとカランと入り口にかけられた小さな鈴が再び店内に響きました。扉をくぐって現れたのはあの日と同じノーラの姿。こんにちは。また来てしまいました。いらっしゃいませ。お帰りなさい、ノーラさん。ノーラの表情にはあの時よりもわずかに光が差しているように見えました。彼女は肩から下げたカバンをそっと撫でながら少し照れたように笑います。ほんの少しだけですけどかけたんです。そうですか。それは嬉しいことですね。リンは自分のことのように嬉しそうに微笑みました。その微笑みは慈愛に満ちた透き通るような微笑みです。リンは店の奥で調合中でしたが、一旦中断して2人分のティーカップを用意しました。木は前回と同じ初夏のハーブティー。しかし今日はそれに一つまみのミントが添えられています。これはミントですか？いえ、目覚めの後には小さな風を。そんな意味を込めて用意しました。目覚めの風。ノーラはカップを手に取り、そっと香りを吸い込みました。レモンの優しい酸味の中にすっと抜けるような清涼感。胸の奥まで静かな風が吹き抜けていくようでした。ねえ、リンさん、香りってなんでこんなにも心に触れるんでしょう。きっとそれは気配だからです。目には見えないけれど確かにそこにある。そして記憶と結びついて私たちの心をゆっくり揺らしてくれるのです。ノーラはその言葉を噛みしめるように小さくうなずきました。私、この数日ずっと考えてました。どうして書けなかったんだろうって。きっと書こうとするほどにうまく書かなくちゃって自分を縛ってたんです。うまく書くことが目的になっていたのですね。はい、だけどレモンの香りを嗅いだとき、忘れていた気持ちが戻ってきたんです。書くことが楽しくてワクワクしてた気持ちが。ノーラはカバンから一冊のスケッチブックを取り出しました。
ージをめくると、そこには雨の日の窓で小さな花瓶、そして静かに笑うおばあさんの姿。おばあちゃんを描いたんです。彼もケーキの思い出を。雨の日の匂いも暖かかった。でも香りの中に全部あって描けた気がしたんです。その絵はどこか懐かしく優しく、そして確かに見る者の心に触れるものでした。とても素敵な絵ですね。よかった。ありがとうございます。ノーラは少し涙ぐんでいました。私、夢を諦めなくていいんだってようやく思ったんです。まだ遠いけれど、また歩いていける気がします。その言葉に銀は静かにうなずきました。それならば、今日はあなたのためのポーションを送りましょう。名前は光さす窓で、香りがあなたのこれからを照らしてくれますように。銀は黄色い液体が揺れる小瓶に黄色のリボンを結びました。小瓶の中にはレモンの香りをベースに、ほんのわずかにローズマリーと白い花のエキス。希望と記憶と未来をつなぐ、そんなポーションです。ノーラを送り出した後、銀はカウンターの奥にある記憶帳をそっと開きました。ペン先を静かに走らせ、今日の出来事を綴ります。雨の後、ノーラさんはまた訪れてくれました。彼女の心にはレモンの香りが風を運び、優しく記憶を照らしました。そして彼女は再び夢へと歩き始めました。ページの端にそっと小さな星型のスタンプをします。それは思いを描く勇気が香りとともに息を吹き返した歌詞。夜が静かに深まっていきます。外ではあの上の雫が名残惜しげに地面へと静かに落ちていきました。銀は調合台の前に座り、次のポーションの調合を始めます。それは次に訪れる誰かのために、まだ言葉にならない大切な思いに香りという明かりを灯すために。レモンの香りは心を優しく目覚めさせるのですね。銀の声は誰に届くこともなく、ただ静かに夜の空気に溶けていきました。けれどその言葉は確かに記憶の波の中で生きてゆくものだったのです。夢を諦めかけた少女は静かな雨の匂いと香りにそっと導かれ、もう一度描きたいという気持ちに手を伸ばしました。ポーションの香りは目には見えない手紙のように、今日もまた誰かの心にそっと届いているのかもしれません。雨音のティーカップ。静かに雨が降っていました。その雨粒は窓ガラスを伝い、静かな音楽のような規則正しいリズムを奏でています。細く赤、まるで空がため息をついているような優しい雨でした。街の外れにある小さなポーションや
押しる雫。窓辺にはぽつりぽつりと雨粒が踊り、店の中にはうまく暖かなランプの光が灯っています。インはカウンターの奥で湯気の立つティーポットを見つめていました。そのポットには雨の日にだけ調合する特別なハーブが入っています。雨音のティーポーションと呼ばれるそれはティーカップに注ぐと小さな水音が奏でられるのです。それは単なる飲み物ではなく、耳を傾ければ心の奥に眠る記憶の扉をそっと叩くような不思議な力を持っていました。カップに落ちる一滴一滴がまるで思い出をたどるように心の奥へと染み込んでいきます。それは時に甘く、時に苦く、そして時に忘れかけていた大切な思いを思い出させる、そんな魔法のような一滴でした。扉につけられた小さな鈴がかすかになりました。リンはそっと顔を上げます。そこに立っていたのは少し濡れたコートを着た女性でした。長い黒髪がしっとりと肩にかかり、彼女の瞳はどこか遠くを見つめているような色をしています。その瞳には言葉にできない何かが宿り、過去の影が色濃く残っているようでした。ここがポーション屋さんですか？小さな声でそう尋ねた彼女に、リンは微笑みを浮かべながらうなずきます。その声は雨音にかき消されそうなほど儚く、震えているようにも聞こえました。そうですよ、ようこそ。冷えてしまったでしょう。よければ雨の日のティーポーションをお入れしますね。リンの声は温かく、長年人の心に触れてきたものだけが持つ優しさと強さを兼ね備えたものでした。ありがとうございます。女性は促されるままゆっくりと店内に入り、窓辺の椅子に腰を下ろします。彼女の名はマリンと言いました。名乗るとき迷うような少しの間がありましたが、リンはそれ以上何も聞かずティーポーションの準備を進めます。暖かい湯気が立つティーカップが運ばれると、マリンは両手で包み込むようにして持ち上げました。そのティーカップの中で小さな音がぽつりと奏でられます。その音は単なる水滴の音ではなく、どこか記憶の奥底に触れるような心に響く特別な音色でした。この音、まるで雨の音。マリンの目が少し踏み、遠い記憶に触れたかのように声が揺れました。いえ、ポーションの材料になった葉、そういう響きを待っているのです。リンはそっと答えました。その言葉には不思議な力があり、相手の心を優しく包み込むような温かさがあります。しばらく二人は黙ったまま雨の音とティーカップの音に耳を澄ませていました。その沈黙は決して重たいものではなく、互いの存在を静かに認め合う大切な時間。
マリンの指先がほんの少しだけ震えていました。そのことにリンは気づいていましたが、何も聞かずゆっくりと肩を傾けます。時には沈黙こそが最も深い会話になることをリンは長い経験から知っていました。雨は苦手なんです。ぽつりとマリンがつぶやきます。その一言には長い間誰にも打ち明けられなかった痛みの重さが込められていました。昔大切なものを雨の日に失ったから。リンはそっとうなずきます。それだけで十分でした。ここに来るまでずっと降らないでって思ってました。でもこの木の音を聞いていたら不思議とつついてきて、マリンの表情にわずかながら柔らかさが戻り始めていました。それは固く閉ざされていた心の扉が少しだけ開いたように。マリンはカートを見つめたまま小さく息を吐きました。その音には記憶をほどく力があるのかもしれませんね。悲しみも痛みもやがて静かにほどけていくように。リンの言葉にマリンの肩がわずかに揺れました。私、昔絵を描いてたんです。小さな子供たちのために。でもある雨の日にアトリエが全部流されてしまって、その声はまるで独り言のようでした。過去に閉じ込められた時間が今やっと言葉になってこぼれ出したような。それからは筆を持つことさえできなくなって、色も紙も全部が怖くなってしまったんです。だから雨が降るたびにあの時の音がよみがえって、私の中を冷たく濡らしてしまうんです。静かな雨音が窓辺に降り続けていました。雨粒は窓ガラスを伝い、まるでマリンの心の痛みに静かに寄り添うかのように優しいリズムを奏でています。リンは立ち上がり、店の棚から小さな瓶を一つ取り出します。ラベルには淡い雨粒の間へ書かれていました。このポーションには心を包む雨のエキスが入っています。痛みの記憶に触れたとき、それを優しく包み込んで少しずつ癒してくれる。あなたの中の雨も少し違う音に変わるかもしれません。リンがそっとポーションの瓶を差し出すと、マリンはその手を見つめ、そして受け取りました。雨の音が優しくなるなんて考えたこともなかったです。音は変わります。思い出も少しずつ。マリンはリを胸にそっと抱きました。ここに来てよかった、そんな気がします。この音を聞いていると、あの時のこともただの悲しみじゃなかったのかなって、そんな気がしてきて、マリンの表情が少しずつ和らぎ、長い間凍りついていた感情がゆっくりと溶け
始めているようでした。銀は静かに微笑みます。それは小さな明かりが心の奥に灯る音を確かに感じた瞬間でした。また来てもいいですか？マリンの声は少しだけ明るくなっていました。もちろんです。雨の日でも晴れの日でもいつでもここでティーを用意しておきますから。ティーカップの底に最後の一滴が音を立てて落ちます。それはもう悲しみではなく、どこか懐かしいぬくもりを帯びた優しい雨音でした。マリンが店を出る頃、雨はまだ降り続いていましたが、その足取りは来た時よりもずっと軽やかです。彼から幾度目かの雨が降った日のこと、銀は店の奥でティーポーションの準備をしていました。雨の音が屋根を優しく叩き、静かなリズムで空間を包んでいます。扉の鈴が鳴ったのはちょうどお湯が沸いた時でした。こんにちは、銀さん、いますか？その声には以前の弱々しさが少しだけ自信が戻りつつあるように聞こえました。その声を聞いて銀は微笑みます。いらっしゃいませ、マリンさん。濡れた傘を畳みながらマリンは笑って話すきました。その姿には前よりも少しだけ軽やかな雰囲気が漂っています。今日も雨音のティーポーションいただけますか？もちろんですよ。お待ちしていました。前と同じ席に腰を下ろしたマリンは窓の外を見つめました。雨は絶え間なく降り続いていますが、どこか優しい気配が漂っています。実はあれからまた少しずつ手をかき始めたんです。その告白には大きな勇気と自分自身の小さな誇りが感じられました。カップに注がれたティーポーションがポツンと雨音のような音を立てます。その音はまるでマリンの新たな一歩を祝福するかのように特別な響きを持っていました。マリンはそっと両手で包み込むようにカップを持ち続けます。最初は手が震えました。でもあなたがくれたポーションとこのティーの音を出すと大丈夫だって思えるようになって、銀はその言葉を静かに聞いていました。もう以前のようには書けないかもしれない。でも誰かのために描く気持ちはまだ私の中に残っていたんです。ふとマリンはバッグから一枚の小さなカードを取り出しました。これ見ていただけますか？そこには優しい水彩で描かれた店の風景がありました。窓の外に雨、湯気の立つティーカップ、そして穏やかな微笑みを浮かべる銀。私がここで出会えた時間を描きたくて、銀はその絵をそっと受け取り目を閉じました。その仕草は作品に込められた思いを受け止めようとする深い敬意の表れです。
ても優しくて温かい絵ですね。ここで過ごした時間が私の中の雨を変えてくれたんです。そのことを忘れたくなくて。マリンの声は少し震えていましたが、その瞳には揺るぎない光が宿っていました。あの雨の日の重たさが今は静かな輝きへと姿を変えています。銀は微笑み、そして立ち上がりました。棚から星の模様がついた瓶を一つ手に取ります。これは再出発の雫と呼ばれているポーションです。雨上がりの朝露から作った成分が入っています。これからの道を穏やかに照らしてくれるでしょう。マリンは静かにその瓶を両手で受け取りました。ありがとうございます。私、これからも書き続けます。そして、あの時失ったものを少しずつ取り戻していきたいと思います。リンはゆっくりとうなずきました。その言葉の奥にある痛みと決意をリンは黙って包み込むように受け止めます。あなたの中にある色はまだまだ鮮やかですよ。窓の外では雨が少しだけ弱まっていました。空の隅にはかすかな光が差し始めているように見えます。それはまるでマリン心に芽生えた新しい光のようでした。その後、マリンが帰った静かな店内で、リンはカウンター奥の記録帳をそっと開きます。偏先がさらりと紙の上を走る音だけが静かな空間に広がりました。雨音の中、マリンさんが再び訪れてくれました。かつての痛みはティーカッタの音とともに和らぎ、彼女は再び絵を描き始めています。彼女の色はきっとこれからも多くの心を癒していくでしょう。ページの端に星型のスタンプをそっと押しました。それは亀の記憶が優しさへと変わる瞬間を物語として記した歌詞。リンはティーカットを洗いながらマリンが描いた店の絵をもう一度眺めます。そこには確かに存在していた時間が柔らかな色と線で描かれていました。手の中の窓辺にはティーカップと小さなランプの光。それは誰かの心に灯る小さな希望の象徴のようでした。雨の日にしか聞こえない音があるように、人の心にも静かに響く音があるのだと思います。それは言葉でも届かない深いところへそっと染み込んでいく優しさ。リンはその思いを今日もポーションに込めながら、また新しい雨を迎える準備をしていました。静かな雨の中で誰かの記憶が癒されていくようにと願いながら、窓の向こうでは雨は続いていましたが、その音色はいつしか物語を紡ぐ優しい調べへと変わっていたのでした。ご清聴ありがとうございました。すでに眠りに疲れていれば幸いですわ。
したらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。これからも心地よい朗読をお届けいたします。どうぞ素敵な夜をおやすみなさいませ。